ごい。これは。いや、まさかこんなに。これはたまらん。やりすぎだぞ姉ちゃん。さすがにこれは禁じ手ということで。何やつ！おとなしくしてもらおうか。おのれ、我々の秘密を見たもの。なんだ、本郷ではないか。すまん。悪かったな。とりあえずこんなところで立ち話もなんだ。入れ。本郷なら構わんよな、姉じゃ。何？こやつとて。いや、前に話しただろう、姉者のいるところで。そうだったか？まあいい。とりあえず入れ。本郷、前に話した件覚えているか？それは誇りこそすれ秘密にすることではあるまい。それではなくて、カリン様の人形を作って衣装の研究をしている話だ。それがカリン様人形だ。だから言っただろう、すごいぞと。当然だ。おっと、人形とはいえカリン様に触れることはまかりならんぞ。普通に木を掘っただけだが。よくわからんが、今貴様ものすごく失礼なことを考えなかったか？そうか。だがよくできているだろう。我ながら自信作だ。
町の仕立て屋に新しい服を作らせていたのでな。それをこっそりと。なんだと？貴様どこから気づいていたというのだ？バカな。細心の注意を払って帰ってきたというのに、貴様ごときに気づかれていたとは。姉じゃ、いつも言っているだろう。堂々と帰ってきた方が気づかれにくいぞ。この過去を現状、一生の不覚。九段のメイド服とかいうやつだ。あとキャミなんとかというのも受け取ってきたぞ。我が国の職人の腕を甘く見るなよ。それはだな。いや、なんというかだな。確かに可愛らしかった。だがあれはまずい。まずすぎる。まったくだ。あれは可愛らしすぎて我々の仕事が手につかん。案を出してもらった本郷には悪いが、あの2つの服は禁じ手ということにさせてもらった。我々を殺す気か。すまんが、あのお姿のカリン様をお主に見せるわけにはいかん。それに着付けさせる我々の身にもなってみてくれ。で、姉じゃ、作業はどうする？今日はカリン様がお出かけだから作業するには最適な日と言っていたが。カリン様も日々成長なさっている。それに応じてこの人形にも時折調整を施しているのだ。だがこんな乱れた気持ちで大切なカリン様の調整などできはせん。飯でも食いに行こう。そうか、もうそんな時間か。ならついでだし一緒に食べに行くか。いいか、姉じゃ。ああ、好きにすればいい。姉じゃは何がいい？何でもいい。そうか。本郷は？ならばどうするか。シューラン様、シューラン様。おお、キーではないか。どうしたのだ？今日は非番だったからこの間話してたお菓子屋さんに行ってきたんですよ。そうか、その大荷物はそれか。お二人もいかがですか？いや、昼食をどうするか考えていたところでな。
今は遠慮しておく。そうですか。シュウラン様は？私もやめておこう。じゃあ兄ちゃんは？兄ちゃんもいらない？はい、どうぞ。一番大きいやつあげるね。でしょ？もっとあるから欲しかったら言ってね。で、どうする？昼飯は。僕もご一緒していいですか？それはもちろん構わんが。じゃあこれ片しちゃいますね。キー、ちゃんと口の中のものを飲み込んでから喋れ。何を言っているのかわからんぞ。ごちそうさま。で、どこに食べに行くんですか？ほら、口の周りが汚れているではないか。見せてみろ。ありがとうございます。それでションラン様、どこに食べに行くんです？特に決めてはおらんのだが。シュウラン様は？私はアネジェや本郷に合わせようと思っていたからな。じゃあ兄ちゃんは？もうそれじゃ決まらないじゃないですか。だから歩きながら良さそうな店があればそこにしようと話していたのだが。キーはこの辺りの食べ物屋には詳しいよな。よければ案内を頼みたいのだが。はい、任せてください。シュウラン様、シュウラン様、あのラーメン屋さんなんかどうですか？この辺りじゃ一番美味しいって評判ですよ。ほほう。アネジャ、どうする？なんとなく今日はラーメンという気分ではないのだ。もっとこう腹にくるような。ガツーンとくるやつですね。じゃあこっちにありますよ。でしょ？昼間からここまで重いものを食うのか？それはそうだが、これは少し。ラーメンと焼肉の中間くらいですか。何かあるのか、キー？はい、だったら
あそこかな。こことかどうですか？確かにここはうまかったな。前に何度かな。店の作りは豪華ですけど、料理の値段はそんなに高くないですよ。僕が1回で全料理制覇できるくらいですし。全料理制覇？どうやったって普通に財布のこっちからこっちまでくださいって。キー、そういうことは普通はやらんのだ。だって僕よくやってますよ。どうする姉ちゃん。すまん、今の話を聞いていたらなんとなく胸焼けが。そうですか？じゃあもうちょっと軽い方がいいです？どうしようかな。だんだん難しくなってきたんですけど。じゃあ春蘭様、ここはどうですか？餃子か。だがあの焼き音はなんだ？ここって焼き餃子の店なんですよ。焼き餃子？多いも何も餃子は水餃子にするか蒸して食べるものだろ。そうなのか、珍しい。でも焼いた餃子も美味しいですよ。だからほら、あんなに人気が。この列に並ぶのか？それはそうだろう。カリン様の名に泥を塗るような真似をするものか。常識を考えろ、バカ者。キー、焼き餃子はまあ良いが、この列はどうにもなるまい。似たような店で行列のできていないような店はないのか？ないですよ。この辺りじゃ焼き餃子はここだけです。だから何でもいいと言っておろう。何でもいい人はそんなに文句ばっかり言いませんよ。何か言ったか？言ってませんよ。もういい。姉者の意見を聞いていては日が暮れてしまう。こちらで決めてしまおう。よいな、姉者。キー、この近くでお前一番のおすすめの店はどこだ？そこにしよう。それでいいんですか？よい。責任は私と本郷が取る。おや、本郷はキーに全ての責任を負わせるつもりか？
さすが本郷だ。だからキ、遠慮なく選べ。はい。じゃあ。だってここすっごく美味しいんですよ。こっちを通った時、今日のお昼はもう絶対ここだーって。よし、キーが選んだ店なら外れはあるまい。入るぞ二人とも。春蘭様、約束したよな姉じゃ。店はこちらで選ぶと。おう、この過去現状に二言はない。だが本郷、貴様がこの席の一端を追うとも言ったよな。だから一発殴らせろ。なんかこう胸の奥が収まらんのだ。責任を負うと言ったならお前が責任を取れ。ほら姉じゃ、本郷、遊んでないで入るぞ。これはでしょ。なるほど、今日はラーメン気分ではなかったが、ここのはうまいな。だから言ったじゃないですか、ここすっごく美味しいって。すまんすまん。それにしてもここのラーメンはうまいな。このチャーシューなどたまらんぞ。お、くれるのか。姉じゃ、ちゃんと口の中のものを飲み込んでから喋れ。何を言っているのかわからんぞ。くれると言うからチャーシューはもういらんのだと思ったではないか。やれやれ、本郷、私のを一つ分けてやるから、姉者のバカさ加減はこらえてくれ。ごめん兄ちゃん、僕もうチャーシュー全部食べちゃったから2杯目のであげるね。本郷、貴様シューランやキーからあんなうまいチャーシューを巻き上げるつもりか。そんなことはどうでもいい。今の問題はだな。落ち着け姉じゃ。おとなしくラーメンを食べていろ。ほら春蘭様、僕の2杯目チャーシュー麺にしましたから、チャーシュー2つあげますね。おーキー、すまんな。どうした本郷。そこが良いのではないか。
無論だ。本郷もそのうちわかるようになるさ。何のお話ですか？アネジャが可愛いのはバカだからだという話だよ。ああ、それはありますね。なんだお前たち、何をこそこそ話している？なんでもないですよ。気にせず食べていろ、アネジャ。